短いね、今日ね。なんか短かったですね。今。さっきなんか変えたんですかパターンを。はい。パターン変えたんですか長めだったのでその前はね、はい。こういうのやってなかったんですけどね。はい。ちょっといろいろ考えてるんですね。なんかね、オープニングもね。ああ、そうですか。じゃあ、博多シリーズ第2弾ということで、またバンドね。いや、ありがたいですね。なんかね、ただ僕らのライブで来たんですけどね、対バンの方たちがね、こう、ご協力していただいて、本当ありがとうございます。本当に。じゃあ、バンドの箱第4回目ということでですね。はい。今日も素敵な、バンドの方たちをお呼びしておりますんで。はい。それではご紹介よろしくお願いします。はい。本日のバンドの方は、この方です。はい、本日のゲスト、辰野お年頃さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。辰野お年頃。はい。辰野お年頃じゃなく。後で聞いてきますので。はい。じゃあまずは自己紹介お願いします。はい。辰野お年頃でギターボーカルしてます。里丸です。よろしくお願いします。お願いします。ベースのココです。お願いします。お願いします。はい。はい。じゃあ、あそこに戻るんですか。はい。辰野お年頃じゃなくて、はい。辰野お年頃となってますね。はい。このバンド名は。よく聞かれると思いますけれども。そうですね。聞かれるまでもなく、普通に辰野お年頃で覚えられてしまって、すいません、辰野お年頃なんですよつって言って、それで止めて、っていうことが多いんで、あんまり名前の由来とかを聞かれる機会はそこまでないんで。聞きますよ、私は。本当ですか？ほんまですか？なんですか辰野お年頃じゃなくてお年頃にしたのはなんかこう、ちょっと言葉遊び的な。もともとなんかちょっと面白いネーミングじゃないと、やっぱり注目されないし、やっぱ覚えてもらいづらいっていうのもあって、まあかっこいい名前にしたいとかもあったんですけど、やっぱりなんか今、生き物のバンド名が流行るなっていうか、なるほど。サカナクション。生き物と柑橘系。柑橘系。柑橘系。ね、いいですよね。カナブーンとかいるじゃないですか。はいはいはい。なんで、なんか、いやー、なんかな、いいのないかなと思って、なんかちょっと海の生物がいいかなと思って、なんか、辰野お年頃か、でもなんか、お年頃って言葉あるよなと思って、なんか、組み合わせたらいい感じじゃないっていうところから。なんかいいですよね。辰野お年頃。語呂いいですね。辰野お年頃いいですよね。年頃の方が。まあ、そういう言葉を選んだって感じですね。まあ、バンド名自体にはそんな意味がない。後付けでもなんかその、お年頃ね。お年頃の、なんていうか僕たちでもできるような音楽を届けていくぜ的な名前をつけたという後付けがあるっていう感じです。素敵な名前ですね。ありがとうございます。はい。二人は、21歳ですね。と、 20歳です。20歳。若い。お年頃。お年頃ですね。ね、MC の大塚さんおいくつでしたっけ？ 21です。ああ、同い年。あれ同い年で。辰野お年頃さんのバンドの成り立ちというかきっかけはありますか？そうですね。ココと寮が一緒で、大学時代。大学1年生の1年間だけ寮に入るんですけど、そこで出会って、バンドしようってなってる感じですね。もともとやってたんですか？何もやってないです。そうなんですか？はい。バンドしてみたいねっていう感じで、いつか。私が一緒で仲良くなって、大学入って楽器始めてって感じです。あ、じゃあまだ楽器の歴はそんなに長くないんですか？ 1年ない。そうなんですか？はい。いや、それびっくりですな。いや、なんか、昨日のね、ステージあれと思いますね。経験者だと思ってました。そうですか。で、二人が出会ってバンド始めよう。楽器買ったんですか？やっぱ長かったですよ、その始めるまでは。バンドが好きやったんでお互い。いいよねって、夢よね、そんなのって言いよって、ギター
買って、サークルにちょっと入るってなって、で、そのタイミングで、ちょっとバンドするっていう感じで、なんか成り行きでこんなになってしまったって感じで。二人あったじゃないですか。はい。もう一人、ドラムの松田さんはい。とはどうやって出会ったんですか？松田は、じゃあ、いや、ここが連れてきたというか。もともと彼が大学の友達で、大学入ってからの友達で、で、全く別のところでボーカルの久人とも出会ってたみたいで、どっちもがお互い知り合いみたいな感じで、そうですね。でもそこは共有してなかった。共有してなくてびっくりして。なるほど。ドラムやってたんですか？その子も大学入ってから始めたので。それはすごいね。なんかまだ、じゃあ、3年ぐらいってことですか？3、4年。ですね。4年ぐらい。楽器やっぱ高いじゃないですか。買うのにめちゃめちゃこの決断というか。確かに。かかって、大学入って、2年生になってからですね。ちゃんとやろうってなったのが。だからそれはアルバイトして買ったんですか？それとも親にちょっとおねだりしたとか？アルバイトして買った。アルバイト。そうですか。思い入れあります？初めて買った楽器って。もうまだ持ってます？今日持ってきてます。そうですか。せっかくなんで初めて買ったやつにも持ってこいと思って、思い入れがすごくあるんで。作詞作曲をしてらっしゃるのはどなたですか？曲の7割8割が僕で、あとの2割3割がベースのココが作ってたりとかして。どっちも自分の曲は自分で作詞作曲してって感じです。7割8割の曲が久戸丸さんで、2割から3割ぐらいがココさんの曲ということです。バリエーションあっていいですね。これはね。ちなみに、詞が先ですか？曲が先ですか？ですね、これがまた難しくて、今やってる曲の中にはあるんですけど、詞が先やった方のがあったんですけど、結構、今作ってる曲は大体俺コードが先で作ってて。なので、今ちょっとセットリストの中とか、持ち曲の中だったらそれがちょっと混合してる形になってます。なるほど。今のセトリ今のセトリとかになると。じゃあ今はコードですね。メロディー作って、その後、詩という感じです。なんか、難しいところあります？作詞作曲。詩から先やと、詩とメロディーが一緒に思いついてやるんですけど、そこからコード進行に合わせることがちょっと僕苦手なんで、そこがちょっと難しいなっていうので、でも逆に、コード進行先やと、コード進行決めて、メロディー作りながら歌うじゃないですか。そしたら、僕ちょっとした歌詞を入れちゃうんですよね。で、ちょっとした歌詞を入れることによって、大体内容がどんどん厳選されていくので、なんかそこからストーリーを膨らませることがちょっと難しいなっていうのが最近の課題なんですよね。なるほど。あとコード先決めるとなんかコード内で動くみたいな気になっちゃってこうね、冒険できなかったりってことありますよね。なんかメロディってなんかポッと噛んだなんかサビみたいのとかから作ったりしたりすることあります？最初、それがなんか結構気持ちよかったりしますね、そういう曲の方が。ココさんも同じような感じですかね。そうですね。まあなんか頭の中でメロディーとか詩が浮かんできた曲はやっぱり詩とかメロディーが先ですけど、狙ってこういう曲作りたいなって時はコードからの方がいいかもしれないです。狙って作るの結構難しいですよね。なんかこれハードなのやりたいとかね、ソフトなのやりたいとか、スローなのやりたいとかね。難しいですよね。難しいですね。そうですか。編曲はどうやってやってます？そうですね。彼が作詞の曲は、彼が弾き語りの状態で音源を送ってきたのを、スタジオでセッションで作ることが多いです。もうバンドメンバーそうです3人で作っていくって感じですかね。で、僕が最近作る曲は、DAW でもう完全にバンドの状態の、もうデモ、もう完全なデモというか、はい、そこからスタジオでアレンジ考えたりとかが多いですね。割とそのデモ通りにやってねみたいな感じですかね。そうですか。タツノオトシゴロさんは MV 作られてますよね。そうですね。MV。逆なシンドローム。です。はい。あれは撮影しに行ったんですか？あれはそうですね。僕映像の学校行ってて。それで。そこも一緒ですね。映像の学校ってか。映像というかね。一応コンテとか、内容とか撮り方とかは僕、一応監督で僕がやって、編集も僕がして、
自分で作った曲なんで、やっぱり自分が一番ニュアンス伝えやすいしっていうので、やっぱり MV が作りたくてバンド始めたのもちょっとあったんで、なるほどね。それで、ミュージックビデオお金かかるじゃないですか、やっぱり作ったら。ありますね。それが自分たちだけでできるっていうのが、やっぱ、その年頃の強みというか。すごいです。将来なんか音楽と映像融合したような仕事に就きたいなとか。そうですね。まあ、基本的に両方できるように動いていきたいなと思ってるんで。いや、でもなかなかいないですよね。アーティストさん自ら MV 撮れるっていう。そうですね。僕が知ってるのが一人ぐらいしかおらんですね。あんまり全国探しても珍しいんじゃないですかね。ちょっと質問全然変わっちゃうんですけど、僕の趣味の世界ですけど、血液型って何ですか？血液型。僕ね、血液型マニアなんですよ。なるほど、みたいな。何型ですか？僕は。逆に何型やと思います。逆にね。久戸丸さんは、大型かなと思ったんですよ。なんでね、ココさんも大型かな。なんか、理由というか、何っぽいとか。まず、なんかこういう場面でそんなに緊張感がない。で、なんていうかな、こういうバンドやりたいねって言って、なんか勢いでやっちゃう感じとかも、なんかね、僕 A 型なんですけど、A 型ってもっとね、こう、なんていうかな、こう、準備したりとかするんじゃないかなっていう勝手なね、思いがあるんですけど、いや、違ってたらごめんなさい。はい。A 型です。ごめんなさい。A 型らしく。私 A 型です。A 型らしくなくて、申し訳ありません。そうですか。でもお父さんかお母さんどっちか O 型じゃないですか。両方 A 型です。純 A 型です。純 A 型。A 型です。A 型です。 A 型ですね。なるほど。コウさん。僕も A 型。そうですか。となると、ここに座ってるおちかちゃんも A 型、私も A 型。これ全員 A 型ですね、これね。さっき楽器買うの慎重になってたっておっしゃってたから。A 型って思ってました？いや、思ってないですけど。ないですけど。そうですか。いや、ありがとうございます。また新たなデータが増えました。僕の趣味でございます。はい。そうですか。ライブ前にルーティーンとかってあったりしますか？なるほど。ルーティン。なさそうなこと聞いちゃった。少し前のライブまでは、そのライブのステージにみんな入ってきて、演奏始める前に絶対ドラムのとこでエンジンしようって言ってたんですよ。なんですけど、前回のライブがたまたま正規のドラマーの子が出れなくて、サポートをお願いしたんですよね。その方に、エンジンって高校生みたいでダサくねって言われてからやめるようにしました。貫いてほしかったですね。そうですか。言われちゃったんですね。皆さん結構見てて仲良さそうだなって思うんですけど、どうですか？どうですか？そうですね。結構年近いとあれ。仲いいからバンドは組んでますよ。それは。仲悪くなったりとか、いろいろムカつくところもあるけど、全然。けど、喧嘩もするけど、でもやっぱ、最終的にやっぱ俺がバンドやりたいって言って、ドラムもベースもついてきてくれたメンバーなんで、なんか、そこは、そうですね。これまだ、みんなが俺とやりたいって思ってくれてるうちは、俺は一緒にしたいなって思ってますね。これからいろんなとこバンド、ライブとかしていくと思うんですけど、目標とか、こんな場所でライブしたいとかありますか？そうですね。こういう時になんかやっぱりその箱の名前とかでやりたいっていうのももちろんなんですけど、まず僕たちを見てくれる人っていうか、僕たちのだからファンっていうか、ギャラリーっていうか、それがいないと成り立たないし、それがいないと俺たちは多分ずっとは活動できないじゃないですか。なので、それが一人でも多く作れるように、まずは手の届くところで、やっぱ誰かに興味を持ってもらえるようなバンドになりたいんで、そのためにバンドをしていきたいなと思って、それがゆくゆくは、その大きなステージにつながったり、人気になったり有名になったりとかいうのは、そういうことをしていた後の結果だと思うんで、そういうところを身近なところからどんどんやっていきたいなっていうのが目標ですね、僕の。なんかやっぱり告知をね、ポンと出したら、電話とか LINE しなくてもね、ブワーって前になってたりしたら嬉しいですよね。じゃあ、今みたいなことが、将来の夢というか目標というか、
そうですね。どう他になんかありますか？なんか、君はありますか？そうですね。そうですね。ボーカルの子が具体的な名前出さなかったんで、逆に僕は具体的な名前出すと、もともと昨日ライブやったヒューブリックさんとか、福岡のライブの箱に出るのがもともとちょっとした夢だったというか、だったので、最近はありがたいことに出させてもらえてて、ちょっと前までの夢が叶っちゃってはいるので、その出ることっていう自体は。なので、これからはよりもっと大きい箱でできたら嬉しいなと思います。例えばゼップだとかフェスだとか、もっと大きい箱でできるようになりたいと思いますし、そうなるためにはやっぱ、佐藤が言ったようなことがやっぱできるようにならないと、そこまでいけないかなと思うので、そうなれるようになりたいです。そうですね。なれると思いますよね。頑張って。お互い頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあいろいろお話聞いてきましたけど。はい。はい。では、告知を。はい。お願いしたいと思います。いきなりですね。ちょっと前置きが浮かばなくて、すいません。はい、どうぞ。お願いします。8月の19日、キューブリックミックスボックスにて、辰野年頃出演します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、本日は、もう終わってる。はい。で本日は、辰野年頃さん来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、楽しかったですね。はい。じゃああれですか、最後は。はい、決めポーズをお願いいたします。はい。もう打ち合わせ済みです。はい。せーの、ガオー。バイバイ。バイバイ。じゃあね。配線惨敗のひどく虫雷鳴鳴り響くくらいに衝撃だった闇夜君のハートの絵文字本当素敵な勘違いもっと振り回されてたい見えの気持ちは段違いなんて言えるわけない僕と君の間にはめくつことなんてないけどどうか今は今だけは目を見て笑ってほしい僕と君の間にはめくつことなんてないけどどうか今は今だけは目を見て笑ってほしいはい、引き続きまして、俺の竿自慢コーナーということで、はい、よろしくお願いします。俺の竿自慢です。よろしく。ね、引き続き、辰野年頃の、里丸さん出ていただきましたけど、オープニングのね、コール、サボりましたね。サボりました。お願いしちゃいましたね。お願いしました。そうです。どうやらね、なんか苦手意識があるみたいですね。どなりって言うんですか？苦手ですよ。そうですか。はい。まあ、ぜひ、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。俺の竿自慢ということで今日持ってきていただきましたけど。これはなんてギターなんですかね？エピフォンの、レスポールジュニアスペシャル。ジュニアスペシャル。ああ、なるほど。これは高いんですか？やっぱり。まあ、一般的なギターの値段が普通に安いと思いますよ。そうですか。7万円ぐらい。なるほど。比較的手頃なお値段で買えたということですね。はい。これ、どんな特徴あるんですか？なんか僕弾いたことないですね。まあ、やっぱりギブソンのレスポールと、まあ、結構似てるところもあって、割とレスポール自体がなんていうか、のぶとい音っていうか、太い音が出るギターっていうので、のぶとい音がする。ちょっと幅が大きいので、ちょっとその分、なんか最初の方は抑えにくかったりしましたね。ちょっといいですか？はい。
まあまあ、ちょっと太いかもしれないですね。服が。なんかかっこいいですね、この黄色というか、からし色みたいな。そうなんですね。この色が好きで、テテレビイエローが。だからこれマイクは PF90 そうです。でしたっけ、はい、90って言うんでしたっけ、はい。だからこれがシングルコイルか、ハムとかってありますけど、これにした理由っていうのは何かあるんですか？やっぱりレスポールの音が好きだからですかね。なるほど。やっぱり、そのテレキャスターとか、じゃあ、この音出せなかったんで、それで、まあ、それもあるんですけど、まあそれは割と今になってから思えばって感じで、その当時買った時は、それはギターも始める前やったんで、やっぱり僕カナブーンが好きなんですけど、カナブーンのボーカルが持ってたレスポールを、見た目だけで判断して、なんか、あんなギター欲しいなっていうので買ったのがこれやったんで。なるほど。こういう色の使ってるんですか、カナブーンさんも。そうですね、レスポールのダブルカッターウェイって言って、こっちもこっちにあって、それでギブソンのやつなんですけど、まあ、ちょっと手が出せなかったし、その頃知識もなかったんで、それが見つけきらなくて、で、ちゃんとバンドを始めて、やっていく中でずっと使ってきたギターなんで。そうですか。はい。これはじゃああれですか、初めて買ったギターです。初めて触れたギターです。初めて買ったギターです。じゃあ、かなり思い入れがあるそうです。今使ってるギター違うんですけど、せっかくなら思いのあるギター持ってこようと思って。なるほど。じゃあ何本かもお持ちなんですね。そうですね。あとテレキャスターを1本持ってます。テレキャスター。昨日は、昨日ね、一緒にこう、キューブリックで出させていただきましたけど、何使ってました？昨日はフェンダーのテレキャスター。テレキャスター、そうですよね。テレキャスター使ってる方多かったですね、昨日ね。ミュージックビデオでも、レスポール使ってたので、やっぱり、なるほど。こうやって人の見るところではやっぱりレスポール出そうかなと思って、一応レスポールをしました。なるほど。まあ、映像にね、載せるってことはやっぱり思い入れがあるんだなと思いますよね。そうですか。じゃあこれはもう、たまにこう、弾いたり、曲作るときに弾いたり。そうです。家に弾くときは大体こいつ。そうなんですね。そうですか。これ、ちょっと聞きたいんですけど、これ皆さんわかりますかね？これもこうするとフロントで、こう下にするとこうリアマイクなんですけど、真ん中だと両方だったりするんですけど、これなんか使い分けたりします？割と、ですね、エフェクターによってなんですけど、羽織がよくあるので、なんかブルースドライバーとディストーションボスのを使ってるんですけど、ブルースドライバーの時は、こっちにして、それで割となんかキレのある音を出して、で、ディストーションの時は、ここフロントにして、ちょっとのぶとさを出す感じで、なるほど。割と、ここまでするとモコモコになっちゃうんで、ちょっとそれはしないようにっていう感じで。じゃあ、リアかミックスかっていうことが多いってことですね。もうボリュームはこっちはずっと10で。ボリュームはもう10で、もうフル10で。はい。そうですか。いいですね。なんか、音的には、どんな感じなんですか？テレキャスト。全然違うと思うんですけど、なんか。そうですね。まあ、ギターテレキャストとか触ってる人はわかると思うんですけど、やっぱチャキチャキ感テレキャスのがあるので。ありますね。チャキチャキ。やっぱ、テレキャスはそれがテレキャスの良さやし、まあ、レスポールでは、それがない。どっちかっていうと、なんかあれレスポール歪みと俺は相性がめちゃくちゃいい気がしてて、で、なんか、その歪みの良さを最大限活かせるかなっていうので、弦とか、キックとかも、やっぱりその当時、カナブーンが好きだったんで、ボーカルが何使ってるかっていうのを考えて、それで、ガダリオのコーティング弦貼っているんですけど、このレスポールには。で、ピックも同じメーカーのところを使ってとかして。結構徹底してますね。なんかね。そうですね。やっぱ好きなものだったり、まあ形から入ってしまうタイプなんで、俺は。まあでも大事ですよね。なので、全部真似してますね。そうですか。いや、本当面白いですね。こういうのね、人の、持ってらっしゃる楽器をね、自慢していただけると、本当いろんなエピソードがあって。はい。そうですか。じゃあ、これからもですね、このギターで、いい音楽、作っていただければと思います。本当に今日どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。本当に、俺の竿自慢コーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。
バンドの箱 in 福岡ということで、今エンディング迎えておりますけど、なんとエンディングの音声が取れてなかったということで、今アフレコでお届けしてますけど、はい。辰野俊五郎さんどうでした？いや、辰野俊五郎さんのライブ実際に見て、なんかすごい盛り上げ方というか、結構年数を感じたんですけど、実は1年ぐらいだったっていうのをお聞きして、なんかね、話しててもビジョンがしっかりしてるしね、なんかそんなにバンドの歴が短いって感じしなかったですけどね。なんかぜひね、夢に向かって頑張って進んでもらいたいなと思ったりしますよね。はい。いや、でも福岡楽しかったですね。2泊3日ご飯も美味しいしね、みんなでワイワイ朝までね、こう飲みましたけど、はい。またね、いろんなところ行けるように、私たちも頑張ってやっていきたいと思いますのでね。はい。それでは、本当にありがとうございました。また。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。